ヤンシーマガジンの、新夜君が来てくれたので撮影お願いして、いろいろ聞きたいと思います。よろしくお願いします。ヤンシーマガジン、はい、もう何年目ですか？2018にやり始めて、一発目この1号目作って、お金全部なくなっちゃったんでそこから半年ぐらいですかね、こう縁があって内装屋さんの社長さんと知り合って、そこでちょっと働かせてもらって、19年に2号目がすごい間空いて2号目っていう、そこからは途切れることなく1年目だけ1年で1冊出して、そうです、やりすぎちゃったんですね。でその後が1年に3回4回1年に4回ですかね。はい、3ヶ月に一遍のペースでやらせてもらえてるかなと思ってます。はい、3月、6月、9月、12月イメージ的には。もう今だから5年ぐらい。そうですね、もうちょっと跳ねるかなと思ったんですけど、もうちょっと頑張るので。いや、もう十分です。いやいや、これからまだやりたいことはある。多分知ってる人も知ってるけどさ、ヤンシーってあんまりその文字書くのもないからあれやけど、YENC とかどういったこれは、今更なんですけど、深夜、僕、吉田深夜っていうで、それをただ逆にして、ヤンシーから始まり、で、まあ、ヤンシーって普通だったら YEM、ヤン、これだとニャンシーみたいになっちゃうんですね。だけど、本当はヤンシーだから、A なんですね、本当は。でも、YE だから円、日本円の円、日本なんで、まあ、円かなと思って、で、これ完全に後付けの理由なんですけど、まあ、円にカスタムで C、で、ヤンシー。なるほどね。まあ、後付けの理由としては、ご縁があるかなぐらいの、これ完全に後付けです。なるほど。なんかいろいろ言ってる間に誰かに、これってご縁のあれですかなんて言われて、あ、それいただきますみたいな。海外の人がだってヤンシーってこの綴り見たらさ、読めない。読めないし、にゃん、なんていうのかな。ただなんかあやこんのまま来てます。ヤンシーがさ、ヤンシーマガジン、ジャパニーズカスタムカルチャーマガジンって題があるやんか、日本のカスタムシーンを、もう基本的にやってる。基本はそこですかね。こう知ってるバイク屋さんだったりとかで、日本の職人さんと俺は勝手に位置づける。すごい人たちが多いので、かっこいいな。根本で言ったらやっぱかっこいい人が何やってもかっこいいと思っていて、そういうところから日本の職人さんだったりとか、日本のそのバイク乗りだったりとかを世界に勝手に自慢してやろうっていう、僕はそういう作る技術もないし、まあ、売ったりいじったりとかっていう技術も何もないので、僕ができる、勝手にできることって何だろうって考えたら、勝手に自慢することだっていう、日本ってすげえだろっていうのを言いたいなっていう、ところです。で、毎回あれだね、表紙担当の、そうです。アーティストさんにお願いして、ピンストライパーさんだったり、絵を描く人だったり、グラフィックデザイナーさんだったりは、必ずそこは絵を描いていただいて。これだから、アーティストの方っていうのは、自ら応募があったり、こっち側からもうほぼこっちからオファーですかね。紹介していただいたりとか、笑っていいとも方式というか、書いていただいた方に、なんか若手の方とかいますかねみたいな。そのバイク屋さん、カスタム屋さんに関しては、バイブズでやってた頃からの知り合いというか、そういうので、いろいろ自分で考えられるんですけど、絵描きさんというか、そういうピンストライパーさんとかは、ペインターさんとかって、そんなに接点がなかったので、あまりコミュニケーション取れてない人たちが多いので、誰かの紹介でやってもらったりとか。これの一つだって、このアーティストの方も沖縄の方で沖縄の方です。初めて自分も知ったし、すごいだからこれありがたい。こういうアーティストの人が普段バイクのペイントとかしてたら出てきたりとか知ることはあるけど、表舞台カスタムショーとか出なかったら分かんないから、こういうアーティストいるんだとかね。バイク屋さんより多いんじゃないかなと思ってます、最近。それこそ僕に全くない技術、絵心なんか1ミリもないので、それができる人ってもうすげえなっていうところで、でもほぼ無題というか、政治と宗教だけ絡めないでくれって言って、あとは好きにお願いしますっていうのをいつも
そういうお願いの仕方をしてて、頭を悩ませてくれる人もいるし、もう直感で書いてくれる方もいらっしゃるし。いや絶対だって今までこんなマガジンがないやん。そう毎号表紙変わる。だからそのバイクで表紙っていうのがやっぱり一番スタンダードだと思うんですけど、それだとやっぱスタンダードだし、なんかちょっと変わったこととか、あとアメリカのダイスマガジンとか、そういうのもいろんな手法をやってて、多分自由だな、かっこいいなっていうのがあったんで、そこがちょっと日本でできれば、でそのサイズ感もやっぱなかったんで、でかいっていうのはやっぱりいいんですよ、すごくよく見えるし、まあちょっといいかな。ダイスマガジンとかこれ多分そう最初多分そのぐらいのサイズだったと思うんですよね。でも今正方形になったりとか、なんか横開きになってみたりとか、なんかいろいろ手を変え品を変えやってて、すげえ面白いなと思って。まあ最初2018年から今までこのサイズだからね。1号だけ一回だけこれでかいのだけどね。気の迷いで倍にしてみようと。倍にしたらとんでもない金がかかって。いやでもこのだから A4 サイズは定期的にとか年一とかでそうやりたいなとは思ってます。その懐事情で。あとは広告主さんがいろいろご協力。大きい分予算もかかるってことね。そうですね。倍のサイズなんですけど、いろいろやると3倍ぐらいかかるんですよ。このトータルで。やるなこれと思って、それ知らなかったんで、やってみて、これ結構くんなと思って、これをやるとやっぱね、雑誌っぽいっていうか、いやいいなこの大きさってなるんで、ちょっとぜひ続けたいは続けたいですけど。だよね。いや定期的にでかいので。老眼も進んでくるじゃないですか、皆さん。マガジン購読者がな、おっさんが増えてる。文字がないんだけど、写真もちょっとうっすらボケてくるみたいになっちゃうと、プロのカメラマンさんに撮っていただいてるんで、すごい綺麗な写真なんで、それもしっかり見てもらいたいなっていうのもあるんで、ちょっとでかい方がよく見えるなみたいな。で、文章が書いてない分、なんかよく見るんじゃないかなっていう、で気になる人が、こっちが何かを提供しなくても、これのヒントというかきっかけで、そこのホームページに飛んだりとか、自分でアクションを起こしたりっていうのをやってもいいんじゃないかなと思って、こっちが何か全部説明して何かするっていうよりは、これを見て、なんかこう、ここかっこいいな、この人かっこいいな、この人に作ってもらいたいなとか、そういうきっかけ作りになれば、見てかっこいいなとなれば。だってヤンシーに、広告入れさせてもらってるありがとうございます。他の人もそうやけど、もうはや広告ちゃうやん。もう一つのアートでもあったりとか、もうチャラけたりもあるけど、もう一つの作品としての出すやん、広告っていう感じじゃないの。このヤンシーならではやん。そうですね。だからみんな広告でも映える写真がいっぱいあって見たがる。広告してもらった方が、広告効果っていう意味では、もしかしたらあるのかもしれないですけど、結局今 SNS があったりとか、そっちの方がレスポンスが良かったり、もうアクションが起こしやすいものなので、これはもうなんかいつか、半年後にそういえばあそこになんか出てたなって引っ張り出した時に、これあるじゃんってなるようなのが雑誌かなとは思ってるんで、水没とか、火事とかそういうのにならない限りはずっと残るものなので、そうかっこよく残った方がいいのかなっていう思いつつ、いや、残る広告主さんの心が広くて、勝手にやらせてくださいって言うと、勝手にやってくれって言っていただけるんで、そこは甘えさせてもらってます。で13号行って、今13号目でしょ。この間今年2月にミルウォーキーに行って、ヤンシーもこれ持って行ったやん。もう即なくなったやん。そうっすね。なくなったっすね。本もそうやし、ポスター、後ろにあるけどポスターもそうだけど、あれを間近で見てて、やっぱこの表紙のインパクト、あとジャパニーズカルチャーっていうのを見たいっていう人たちが海外にあれだけいて、ああいうのを自分で体感してどうでした？今そのところ SNS があるんで、情報っていう面では雑誌は勝てないと思うんですよ。日本に特化したものをアメリカに持ってって、アメリカのものじゃないですか、でそこの人たちが見ていけるなじゃないですけど、送るとかってなると結構時間と金といろいろかかるんで、だからもうちょっと海外は増やしたいなと思ってるし、今20カ国ぐらいは送らせてもらってるんですけど、アジアも含めて、
その個人的にだったりとか会社的にだったりとかでこうつながってるところで送らせてもらってて、そういうところが徐々に増えてきて、最近だったら中国とかも送れるようになったんで、コロナの時にだいぶ送れなかった時期があるので、そこら辺がちょっと輸送の面がもっとうまくいけば、SNS でやるし、知ってくれとって、それが実際手に取ったら海外の人でしょ。そうですね、嬉しそうにしてくれたのが嬉しかったですね。写真で見れるからさ、言葉じゃないから。本当のことを言うとやっぱ英語で何かをっていう、今ね他の雑誌でドラマがとかあの辺もちゃんと日本語があって英語があってでやってるのがすごく親切だし、すごくいいと思うんですけど、僕なんかそこじゃねえかなっていう、こう同じの真似してもしょうがないので、もう写真で勝負みたいな。もう最初からブレてないよだからいまだにだからその雑誌屋さんとかそのメディアの人っていうのを考えると、やっぱり文章を書いてなんぼっていうのがちょっとあると思うんですけど、僕はそこの一番大事な部分を削ぎ落としたっていう、割り切っちゃったっていう、そこにだからニーズがあるってことだからな。これがきっかけでもいいし、スタートでじゃあハーレーだったりバイクに興味持ちましたってなってこの本を見てもいいし、例えばバイクだったりとかクラブハーレーだったりとかそういうのをちゃんと読んで、こっちに来てもいいしっていう入り口でもいいし、なんか他のちゃんとしたのを読んで全国に売ってる本屋さんに売ってる雑誌がもっとこうわーってなってくれると、このなんていうんですかね、良さがより分かるというか狙ってんですよ。だからそのちゃんとそこを邪魔しないじゃないですけど、そういうところがちゃんと本が人気ないとかもう言われてる中でできることをやっていければ面白いかな。マガジンバイブスマガジンであれだけ長いのと10年ぐらいで。もうちょいしたですね、16年ぐらいいたっすかね。そんなだ。22から22ですね、学生の時からバイトで入って16年だ。22で入って38ぐらいで辞めたんで、そこでなんかこうやっぱり勉強させてもらったというか、で俺はこれだっていう感じで、バイブスで勉強させてもらっていろんな、人とか知り合うことができたし、そこにはもう感謝の気持ちがたくさんあるので、こうバイブスに勝ってやる、もちろんねこう超えたい部分はあるんですけど、超えられない部分っていうのは絶対あるんで、そこはこう共存できればなと。相手はどう思ってるかわかんない僕はそう思ってます。片思いみたいな感じで、今これ13枚出てて、この大きいサイズもそうやけど、これって今だから新しい人がこう今欲しいんだってなっても、手に入る。手に入る際、1、2、3まではフリーペーパーとしてばらまいちゃったんで、ないっすけど、僕の1、2、3は本当なんか犬に噛まれたみたいなボロボロのやつがあるので、これも1も欲しい人のともあげへん。そうだからなんすかね、フリーペーパーをそもそもで言ったらフリーペーパーをやりたかったんですよ。でなんでばらまいてたんですけど、なんかコロナになって、なんかお家で本読みましょうみたいになったんで売り始めたんですよ。だから3号4号から4号から買えるのがバックナンバーであるんで、それはウェブショップみたいなのすごい簡単なのを作ってるんで、そこでポンポンっていければ。でポスターだろ。ポスターも売ってるし、表紙になったやつがポスターになって、これがまた書いてもらった方に何も言ってないんで勝手にポスターにしてるっていうスタイルなんで、後で怒られたら困るなとは思ってるんですけど、極力怒られたくはないのでどうしようかなと思ってて、それはだって欲しがるでしょ。ガレージにさ、いやそうなんですけど、バレてるよもう送るのすげえ大変なんですよ。そうやな。分かんなくて送り方が。ウェブからも買えるし、あとはカスタムショーとかで選手が出店したらブースを出してる時もあるし、出させてもらってる時もあるんで、だからそういう時に一応ポスターと雑誌のバックナンバーは持ってってるんで、いつも。次の14号が出るのはいつですか？ターン6、9なんで9です。9月の後半か、もしかしたら10月に食い込んじゃうかもしれないですけど、奇数だよね。9ぐらいに出せれば
だから8月中に夏休みに極力サボらないっていう、そうやね。ギャンギャン動かないとやっぱサボっちゃうんですよね。そうやな。バーっとしちゃうんで。まあどれか取材があってあちこち行って。そうなんですよ。今日だって取材できたわけだからさ。フラしたいんですよ、全国仕事な。そうそうそう仕事でな。とにかくいろんなところに仕事だって言っていきたいんですよ。はいはいはいなんか遊びだっていくと、いやだからもうそれが自分の雑誌であって自分の足でしかもされて泥臭くてな。なんか多分それしかできないというかあ、ーそれをやるのが好きだから全国いろんなところ行って、まあ、車でもバイクでも。バイブスのまあどっか精神いやがやっぱり。多分それはね残っちゃうんですよ、どうしても。はいじゃあ最後にはいはい。ヤンシーマガジンさんは今後なんかこうなりたいねんこうしたいねんあります金持ちになりたいですよね。はい、金持ちになりたいですけど、まあ、それの前というか今やっぱかっこいい人たちをかっこよく、なんかもっともっとこう外に発信したいなっていう、国内の人たち、若いビルダーさんもいるし、若いアーティストさんもいるし、若い人たちがやっぱり成長してもらえると、より一層こう上にいる人たちと年齢が上の人たちがやべえって思って、すげえもっとかっこいいもの、もともとかっこいいの作ってるけどもっとかっこいいので、それを見て若い人たちがいやあの人かっけえなってなってくれたらいいなと思いつつ、まあ、そんな僕も作り手ではないので偉そうなことは言えないですけど、そうなるきっかけをこれで。いや全然なんかヤンシーマガジンで自分も若い人さ九州の頃からこういう方がいるんだ、こういう車両を作ってる人が、こういうチョッパー作ってる人がいるんだっていうのはヤンシーに通じてやっぱ見たりしたから、だからもう駆け足になってるんですよ。僕の知らないお水さんだったり、笠野さんだったり、やっぱもっとかっこいい人たちがいらっしゃると思うので、そこをやっぱこう、まあ、根こそぎとは言わないですけど、こう極力カスタムフロントに負けないように。はいはいはいカスタムフロント強いからな。カスタムフロントのあの動きはやっぱりすごいんで、全国のショップさん知ってるやろうから。もう本当あの動きは僕にはできないので、認知度が高くなればなるほど、まあ、いろいろ違いも出てくるかもしれないですけど、ずれることなくというか、かっこよくやれればいいな、好きなことなので、これしかできないので、これでやっていくって決めた以上、これでやっていければ。はい、またそれだとジャパニーズカスタムカルチャーマガジンっていう雑誌だから余計海外の方にもね。そうですね、海外はやっぱどんどん行きたいですね。どんどん輸出したいですよね。はい、日本人ってかっこいいな、やばいな、すごいなって言われたいですよね。で、僕のことではないですけど、その売却さんが褒められたりとかしてるのを見てると嬉しいので、いやありがたい。そういうメディアの方が言ってくれるってやったらエルダーたちもやっぱりありがたい話。僕は本当バイク屋さんがいないとできない商売っていうか、その職人さんがいないとできない、何かを完成させてくれる人たちがいて、それを撮影させていただいたりとか、そういう方々がいないとできない商売なので、かっこよくいてほしいなっていう、みんな。いやもうだからこそこうあり続けてほしい。いやー、頑張んないといけないです。薄くなったり分厚くなったらやばいですね。やばいね。分厚くなったらやばいです。分厚くなったら仕事しなくなる。いやもう多分もう一冊なんか違う感じのやつをできればなとは思ってます。すいません、なんか全然今回はヤンシーマガジンの代表の深夜さんが来ていただいたので珍しく対談させてもらいました。また概要欄の方にヤンシーの、貼ってますんで、そこから見てください。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。Somebody loves, who is it profit after all?